皆さんこんにちは。Python マスターチャンネルです。本日は VS コードの基本的な操作について解説します。この動画を見れば、VS コードの基本的な操作や機能、仕組みについて網羅的に習得することができます。それでは解説を開始します。まずは VS コードのダウンロードとインストールについて紹介します。VS コードのダウンロードサイトからご自身のお使いの OS に合ったインストーラーをインストールします。今回は Windows 用のインストーラーをダウンロードします。ダウンロードが開始されるので少し待ちます。ダウンロードが完了したようです。右上の通知をクリックすることでインストーラーを起動します。インストール前に使用許諾契約書の同意を求められるので、同意するを選び次へをクリックします。インストール設定の選択を求められますが、基本的にはデフォルトのままで問題ありません。インストールが完了するまで待ちます。インストールが終わったら完了をクリックすると VS コードが起動します。以上が VS コードのダウンロードとインストールです。続いて、左端のバーのアイコンについて解説していきます。まずは一番上の Explorer です。オープンフォルダをクリックしてファイル編集を行う作業フォルダを適当に選択します。選択したフォルダ内のファイルが左のワーキングの中に表示されます。また、その下のアウトラインの中には現在開いているファイルのアウトラインが表示されています。Python ファイルの場合はファイル内のクラス名とメソッド名が表示されます。クラス名かメソッド名をクリックすると、それらを定義している箇所にカーソルが遷移します。アウトラインを表示させるためには Python プラグインをインストールしておく必要があります。プラグインについては後ほど解説します。次はタイムラインです。ここから編集の履歴を確認することができます。試しに適当なコメントを追加してファイルを保存してみましょう。するとタイムラインが更新されました。一つ前のタイムラインをクリックすると変更差分を確認することができます。エクスプローラーについては以上です。エクスプローラー以外のサイドバーアイコンについての概略を先に解説しておきます。上から2番目のアイコンは検索画面です。検索欄に文字列を入力することで文字列を検索できます。上から3番目のアイコンをクリックするとバージョン管理についての画面が表示されます。VS コードから Git の操作が可能です。上から4番目のアイコンはデバッグ画面です。上から5番目のアイコンは拡張機能です。ここからプラグインを自由に追加できます。以上の5つがデフォルトで VS コードに備わっているアイコンです。その他にも拡張機能を追加することで表示されるアイコンもあります。例えば、現在画面に表示されている上から6番目のフラスコのアイコンは Python プラグインを追加したことで表示されるようになります。ここではテストの設定を行うことができます。さらに、サイドバーのアイコンは非表示にできます。右クリックからチェック付きの項目を選びます。すると、対応するアイコンがサイドバーに表示されなくなりました。もう一度右クリックして先ほど選択した項目を選ぶとサイドアイコンが表示されるようになります。また、サイドバーは右側にすることもできます。右クリックから Move プライマリーサイドバーライトをクリックします。サイドバーが右側に移動しました。また、サイドバーが不要なら非表示にすることもできます。上のバーのビューからアピアランスを選び、アクティビティバーポジションの非分を選択します。するとサイドバーが非表示になります。サイドバーを表示したい場合は再度同じ操作を行います。するとサイドバーが表示されるようになりました。また、サイドバーの一番下から2番目のアイコンにはアカウント機能のアイコンがあります。アカウントを作成してログインすれば異なる端末間で VS コードの設定を同期することができます。
サイドバーの一番下は設定アイコンです。設定アイコンからはテーマの変更ができます。テーマ図からカラーテーマをクリックすると、テーマの一覧が表示されるので好きなものを選びます。すると、テーマが変更されます。同じ操作から元のテーマに戻すこともできます。続いて、設定エディタについてです。設定アイコンからセッティングスを選択すると、設定画面が表示されます。ここから VS コードの設定を変更できます。また、設定アイコンからキーボードショートカットを選ぶとショートカット一覧が表示されます。続いてフォルダの作成です。エクスプローラーのワーキングタブの左から2番目のアイコンをクリックします。適当なフォルダ名を入力してエンターを押すとフォルダが作成されます。まずは、ファイルの作成について解説します。右クリックからニューファイルを選びます。そして適当なファイル名を入力します。するとファイルが作成されます。今度は拡張子を .py にした上でファイルを作成します。すると拡張子から自動的に Python ファイルとして検知されます。また、下の方の言語名が表示されている部分をクリックすると、どのプログラミング言語のファイルとみなすか選ぶことができます。続いては、ファイルの保存についてです。ファイルに適当な内容を記入します。この内容を保存するためには、上のバーのファイルからセーブをクリックすると、ファイルを保存できます。また、ファイルからセーブアズを選ぶと別名でファイルを保存できます。続いて、自動保存についてです。ファイルからオートセーブを選択すると、ファイルを編集した場合に自動的にファイルが保存されるようになります。左下のバッテンの部分をクリックすると現在、VS コード上で生じている問題について確認できます。コーディングミスなどがあればここに表示されます。下のステータスバーには現在当たっているカーソルの行と列が表示されます。ここをクリックすると、行数を入力できるようになります。ここに数字を入力すると、その行に移動できます。下のステータスバーには現在のインデントの設定が表示されています。ここをクリックすると、インデントの設定を変更できます。試しにスペースを選んで、8を選びます。するとインデントがスペース8に設定されます。また、タブを選択し、4を選択すると、インデントは4列分のタブに設定されます。インデントの設定については以上です。続いてはフィードバックについてです。VS コード側から何らかの通知がある場合、右下のベルをクリックすることで通知が表示されます。また、ステータスバーは右クリックからハイドステータスバーで表示にすることもできます。表示にしたステータスバーは上のバーの VU、アピアランス、ステータスバーをクリックすることで再度表示させることができます。続いて検索についてです。コントロールプラス F で検索欄が表示されるので文字を入力すると検索が行えます。また、検索欄の AA となっている箇所をクリックすると大文字と小文字を区別した形で検索を行います。続いてフォルダ内検索です。サイドバーの虫眼鏡アイコンをクリックし、検索欄に文字を入力するとフォルダ内全体を検索できます。また、特定のファイルのみを検索の対象とすることもできます。ファイルズプインクルード 2.py を入力すると拡張子が .py のファイルのみが検索対象となります。また、ファイルズプエクスクルード 2.py を入力すると拡張子が .py 以外のファイルのみ検索対象となります。
先ほどはコントロールプラス F で検索を行いました。検索欄の左の矢印をクリックすると置換が行えます。テスト2をテスト3に置換してみましょう。ご覧のように置換されていることが確認できます。次は VS コードの終了です。ファイルから EXIT を選ぶと VS コードを終了できます。次は VS コードのショートカットキーを紹介します。コントロールプラス X でカット。コントロールプラス V でペースト。コントロールプラス C でコピー。このあたりは標準的なショートカットかと思われます。コントロールプラス F でファイル内検索。コントロールプラス H でファイル内置換。コントロールプラスシフトプラス F でフォルダ内検索。コントロールプラスシフトプラス H でフォルダ内置換。コントロールプラススラッシュでコメントアウト。もう一度コントロールプラススラッシュでコメントアウトを解除。シフトプラスオルトプラス A でブロックコメントアウト。もう一度シフトプラスオルトプラス A でブロックコメントアウトの解除。コントロールプラス A で全選択。シフトプラスオルトプラス上キーまたは下キーで上または下に現在の行をコピー。オルトプラス上キーまたは下キーで現在の行を上または下の行と入れ替える。ショートカットについては以上です。本日の解説はここまでとさせていただきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もしこの動画を見て Python を始めてみたいと思った人は過去に Python の解説動画を出しております。データサイエンスや Web アプリ作成についての解説も過去に解説動画を上げておりますのでよろしければご参照ください。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。